こんにちは。つい先日レビュー動画を公開したこの Insta360 Flow2 Pro なんですが、私も動画の中で結構すごいジンバルだという話をしています。で他にもいろんな方が、これは革命的だ、すごいすごいという話をいろいろされてはいるんですが、今現在ジンバルの購入を検討されている方にとっては、老舗のこの DJI Osmo Mobile 6もかなり気になるところではないかと思います。で今日はですね、具体的にどこがどう違うのか、以下の10項目に分けて比較をしてみました。海に山に街に持ち出していろいろな状況、いろいろなシチュエーションの中でテストをしてみました。最新のジンバルがどんなものなのか、皆さんにぴったりのジンバルはどっちなのか見つけていただければと思います。動画の最後にお得な情報もお知らせしますので、ぜひ最後までご覧いただければと思います。で、早速始めてまいりましょう。まず1番目はですね、サイズ、重量、操作方法、そして展開、折りたたみのしやすさなどについてです。まず外観上なんですが、折りたたみんだ時のサイズはほとんど一緒です。非常にコンパクトに収まるようになっています。でこれはですね、iPhone 16 Pro Max なんですが、重ねてみるとほぼ同じで、だいたい隠れてしまいます。ただし、Osmo Mobile 6は三脚が別体になっていますので、これプラス三脚というサイズ感になります。で重量に関しては、Insta360 Flow2 Pro は 379g 程度です。対する Osmo Mobile 6は一見すると軽いんですが、これ三脚が別なので、三脚を加えるとだいたいですね 403g ということで 25g ほど重くなります。で次、展開なんですが、Osmo Mobile 6はこの部分のまずロックを解除してからアームを広げるという2ステップが必要になってきます。そしてマグネットでスマホを取り付けて三脚をねじ込んで準備完了となります。対する Insta360 Flow2 Pro はこのようにマグネットでスマホを取り付ける部分は一緒なんですが、展開するときはこのワンストロークだけですね。このヒンジの部分を開くだけです。そして内蔵三脚を取り出せば準備完了となります。折りたたみに関してはこんな感じで、やはりワンアクションで終わってしまう Flow2 Pro の方がかなり早く完了します。もうどっかに行っちゃいましたね。まだ Osmo Mobile 6は頑張っております。そして操作のしやすさに関してなんですが、Flow2 Pro はこのように周囲の部分がボタンになっていて切り替えられるようになっています。そしてさらにここがタッチセンサーでモードの切り替え、そして周囲のダイヤルでズームコントロールなどができるようになっています。そしてこの真ん中の部分のジョイスティックでジンバルの方向をコントロールします。覚えてしまえば親指一つで全てコントロールできます。で Osmo Mobile 6はこんな感じになっています。まずジョイスティックでジンバルのコントロール、そして方向とか前後カメラの切り替え、そしてその上が録画シャッターボタンですね。これはモードの切り替えボタンになっています。小さなディスプレイがついているので、今の状態が一目瞭然です。そしてこのダイヤルでズームコントロールができるようになっています。続いては非常に重要なバッテリーに関してなんですが、Insta360 Flow2 Pro はカタログ上では10時間バッテリーが持つというふうに記載されています。それに対して DJI Osmo Mobile 6は 6.5 時間となっています。でこれは Flow2 Pro だけの機能なんですが、このように付け根のところにある USB-C 端子とスマートフォンをつなぐことによってスマートフォンを充電することもできます。使用していない時もモバイルバッテリーのように充電ができるようになっています。で3番目は Apple Dock Kit への対応という点なんですが、結論から言うと Insta360 の Flow Pro と Flow2 Pro だけが対応しています。この Apple Dock Kit についての詳しい説明は前回しているんですが、簡単に言うとこういったジンバルとInsta360 以外の例えば Apple 標準カメラアプリとか他社製のサードパーティーのさまざまなカメラを使うアプリがシームレスに使える機能になります。例えばこういった YouTube とか Zoom とかそれから Instagram などのアプリ、そして LINE 通話などでカメラを使って通話するような場合でも追跡機能が使えたりします。Apple の標準カメラアプリとかこういったブラックマジックカメラアプリなどを使う上でもこのジンバルのコントローラーを使って録画の開始停止をしたりズームをしたりすることができるようになっています。さらに Mac の連携カメラ機能を使って、例えば私も Mac mini を使っているんでウェブカメラとかついてないんですけど、Mac のウェブカメラのような使い方もすることができます。例えばこれ Mac のデスクトップ版の Zoom なんですが、Zoom を使う時のウェブカメラとしてこういうふうに設定することができます。次はですね、より便利に簡単に撮影するための撮影補助機能についていくつか見てみたいと思いますが、とりあえずまずはトラッキングに関する機能です。
自動追跡非常に便利なんですが、通常の場合、トラッキングするとこのように人物を1人だけ、そして中心に持ってくるようになります。これはインスタ360 Flow 2 Pro でももちろん一緒なんですが、Flow 2 Pro には複数人トラッキングという機能が搭載されています。今1人だけトラッキングしているんで、その人が中心に来て、もう1人は私なんですけど、画面の端っこに寄ってしまっています。でここで複数人トラッキングという機能をオンにするとですね、ジェスチャーで開始することもできるようになっているんですが、そうすると、この2人、2人でも3人でも4人でもいいんですけど、グループとして認識するようになって、ちょうど良い位置に配置をしてくれるようになっています。どちらか一歩に偏るのではなくて、こういうふうに真ん中に来て、非常にバランスの取れた映像を撮ることができます。でさらに、そのグループの中で優先する人物を決めておくことができます。この緑枠がついている方が優先されているんですが、もう一人の人がこのように枠から出ていくと、今度その人だけが中心に来るようになっています。そしてもう一人が帰ってくると、またその人をトラッキングし始めて、2人を均等な位置に配置するようなことができるようになっています。非常に賢いです。5番目は構図に関する機能ですね。構図が自由に選べるかどうかという部分の比較なんですが、通常さっきと同じなんですが、トラッキングするとですね、その人が中心に来てしまって、例えばここではこの背景にあるポートタワーもいい位置に配置しつつ人物も撮りたいみたいな感じなんですが、こんな風に端っこに寄ってしまいます。例えばこれまた別のシチュエーションなんですが、この車を紹介したいとしても自分が一番真ん中に来てしまうんですよね。車がちょん切れてます。で、これ今タイヤを見せてるんですけど、今度は左にえらく大きな余白が空いたりしてしまいます。ところがこのインスタ360のカメラアプリの中にあるリポジションというボタンがあるんですが、リポジションを押すことによって9つの場所がポイントが表示されます。でここで例えばこれ今左側の真ん中を選んだんですが、ここに人物が来るようになります。そうすると右側でこういった紹介したいものを画面の中心に持ってきて、自分が動いたとしてもそのポジションを維持して映し続けることができます。この場合も車は右側に大きく表示して左の余白が小さくなっていると思います。でこういう歩いているシーンなんかは、その歩いている人の進行方向の余白を少し大きく開けた方が自然になるかと思うんですが、そういったことも自由にできるようになります。構図を考えて撮影するときに非常に便利な機能になります。で次は望遠時の追跡機能の差についてなんですが、例えば運動会で遠くの方を走っている我が子を望遠にして撮りたいとか、サッカーとか野球の試合でスタンドから誰かを追跡しながら撮りたいとか、そういったことがあると思うんですけど、どこまでそれができるかっていうところになります。まずこの Flow 2 Pro の方は iPhone16 Pro とか Pro Max、15 Pro Max などと組み合わせると最大で15倍まで拡大しても追跡をし続けることができるようになっています。そしてこの左下に縦に4つ丸いアイコンが並んでるんですが、その一番上の部分、これトラッキングプラスというんですが、三脚に乗せた時にトラッキング性能が飛躍的に向上するモードも搭載されています。その下にアクティブズームトラッキングというボタンがあるんですが、これは AI を活用して、動きの速い被写体が動き回っているような時でも画面の端っこに寄らずになるべく中心に捉え続けることができる機能になります。さらにですね、この左下の AI プラスって書いてあるところなんですけど、AI オートズームという機能が搭載されていて、右のこの倍率の部分を見るとどんどん変わっていっているのがわかると思うんですが、被写体をこの画面の中で大きさを保つような機能が搭載されています。今もどんどん拡大してます。人物はあまり小さくなってないですよね。一定以上離れるとどんどん小さくはなるんですが、最大15倍までオートでズームできるような機能が搭載されています。でこれもすごいんですけど、再認識の精度が非常に高いです。かなり遠くに行って今隠れましたけどまた再認識しています。これまた隠れましたけどまた再認識しています。こんな感じで一旦隠れてもまた認識し直すことができるようになっています。で Osmo Mobile 6の場合は DJI のアプリを使うときに限って8倍までズームして追跡することができるようになっています。ただし、再認識もするんですが AI が使われているわけではないので、こういった望遠時に、一旦隠れてしまうと再認識する精度が少し下がります。で次の2つはジンバルの可動範囲についてなんですが、まずはパン軸ですね。パンっていうのはカメラを横に振っていく動きなんですが、こ
これは DJI Osmo Mobile 6なんですが、通常のジンバルはだいたいですね、こんな感じで回しても止まりました。反対側にパンをしていってもやはりここで止まります。こんな感じで止まるものが多いんですが、インスタ360 Flow 2 Pro はパン軸はジョイスティックを倒している限りぐる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 回り続けるようになっています。360度無限に回り続けます。で公式サイトでもこんな感じでスケボーでジンバルの周りをぐる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 回り続けている映像があるんですが、こんな感じで追跡し続けることができます。でこれがですね、Osmo Mobile 6はやはりこれ今動いてるんですが、ここで止まりました。で止まるとここでも追跡が終わります。こんな感じで可動範囲に限界があるんですが、Flow 2 Pro はこんな感じで、ずっと追跡をし続けることができたりします。そしてこのパン軸が自由に360度回り続けるという機能を利用してパノラマ写真を撮ることもできます。Osmo Mobile 6もパノラマ写真を撮ることができるんですが、より自由度の高い撮影ができるようになっています。Flow 2 Pro は360度カメラで撮ったような写真を撮ることもできます。今撮影してるんですが、撮影が終わると自動的にその写真をつなぎ合わせてくれます。でそうするとですね、こんな感じでもうまさに360度カメラで撮ったような全ての方向を写し取った写真で、自由にこれ拡大したりリトルプラネットのようにしたりすることができるようになっています。で次はもう一つの可動軸であるティルトの軸ですね。このカメラを上下に振る動きに関してなんですが、これもですね、スマホのジンバルって意外に制限が多くてですね、アームの形状、コンパクトに折りたたんだりするためにいろいろ工夫しているので仕方がないところかと思うんですが、OM6 も上下に振ると、こんな感じで結構動かないんですよね。これで限界です。でそれはFlow 2 Pro も同じなんですけど、上下に動かすと、この程度しかカメラは動きません。でそれを解消するために面白い機能が搭載されていて、フリーティルトモードという機能なんですが、これネックの部分を伸ばして90度倒して、さらに90度カチッとひねります。そうするとこんな感じでティルト方向を、無限ではないんですけどかなり自由に動かせるようになります。こんな動きも簡単にできてしまいます。でそうするとですね、下から上まで上がっていくようなクレーンショットも非常にスムーズに撮影することができます。スマホ用のジンバルって可動範囲が狭いものが多いので、こういうことをしようとするとどこかで限界が来てしまってカクってなったりするんですけど、まるでミラーレスカメラ用のジンバルで撮ってるかのような映像をいとも簡単に撮影することができてしまいます。で次は動画の撮影機能に関してなんですが、インスタ360はインスタ360のアプリの中でもドルビービジョンとか、あと Apple ProRes の HDR とかログ撮影を選ぶことができるようになっています。非常にダイナミックレンジの広い白飛びとか黒つぶれの少ないような映像を撮影したりとか、あとログ撮影をしておけば後で自分の好きなラットなどを適用して、カラーコレクションとかカラーグレーディング、自分の好きな色味に変更したり、そういった編集も楽しめるようになっています。DJI の MIMO アプリの中にはそういったログ撮影とか HDR の撮影の機能などはないので、通常のスマートフォンで撮ったんだなという映像に仕上がります。Flow 2 Pro の方は最初にも触れましたが Apple Dock Kit に対応してますので、 Apple の標準カメラアプリとかそれ以外のサードパーティーのカメラアプリの中でそういったログ撮影とか HDR 撮影をするときにもジンバルのコントローラーで自由にコントロールしながら撮影をすることができるようになっています。最後10番目になるんですが、ソロ撮影ですね。一人で撮影するときの便利な機能の比較になります。でまず Osmo Mobile 6なんですが、こんな感じで自撮り棒約20センチ伸びるんですが、こんな風に伸ばして自撮りをしたりとか、あと三脚がついてますのでどこかに設置して自撮りするということも簡単にできます。で Flow 2 Pro はそれに加えて、例えばこれアームのところに非常にアナログな仕組みではあるんですが、こういったミラーがついていてメインカメラで自分を撮影している時ってどうなってるかわからないんですけど、これで自撮りの状態をある程度確認することができるようになっていたりとか、インスタ360のアプリの中にテレプロンプターの機能も新しく搭載されましたので、こんな感じで原稿を見ながらカメラ目線を外さずに撮影したりとかライブ配信をしたりすることもできるようになっています。
どちらのジンバルも Apple Watch でコントロールする機能は搭載されているんですが、Flow 2 Pro はさらに別のスマホを使ってリモコンのように操作することもできるようになっています。こんな感じで QR コードを読み込ませるだけで、特にアプリなどを入れなくても、もう一つのスマホがリモコンになります。しかもプレビュー画面なども出ますので、自分一人で撮影している時とか非常に助かりますよね。その中で動画の撮影、開始停止、それから望遠にしたりとか、トラッキング機能を使ったり、モードの切り替えとか、かなり細かいコントロールをすることができます。これ今、遠く離れて少し今望遠にしたんですが、この状態でトラッキングさせたりとか、そういったこともリモコンからできるようになっています。4、50メートル離れてると思うんですけど、全然問題なく使うことができます。これも一人で撮影することが多い方には非常に便利な機能かと思います。以上10の項目に分けて比較をしてみましたが、いかがだったでしょうか。Osmo Mobile 6も発売されてから結構時間経ってますので、現時点での最新のスマホ用ジンバルである Insta360 Flow 2 Pro と単純に比較するのもね、ちょっとかわいそうかなとは思うんですが、機能面とか、あと AI を活用したいろいろな部分などで、圧倒的に Flow 2 Pro の方が今買うとしたら有利かなと思います。Osmo Mobile 6も基本的なそのジンバルとしての出来っていうのは非常に良くて、非常に安定した映像を撮ることできますし、きっちりとこう動きますので、個人的には非常に好きなジンバルではあるんですが、なんせ発売から時間が経ってますので、変化の激しいガジェットの世界においては若干古さは否めないですよね。ということで今回は Insta360 Flow 2 Pro と Osmo Mobile 6の比較でした。どちらも製品に関する詳しい情報を概要欄にリンクを貼っておきますので、よかったらそちらもご覧ください。Flow 2 Pro に関しては、今、期間限定、数量限定にはなるんですが、概要欄のリンクから購入していただいた場合に限り、このマグネットマウントですね、マグネットスマートフォンマウント、マグセーフが搭載されている iPhone であれば、磁石でこれペタッと貼り付けて、で、ジンバルにペタッとまた貼り付けることのできる。クランプ式に比べると非常に便利なマウントになるんですが、これを無料でお付けすることができますので、よかったらそのリンクもご活用ください。ということで今回もご視聴ありがとうございました。ではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。